鉄の黒革風仕上げガンブルーと黒染め剤を使うバージョンについて説明します。黒革の板を使って箱曲げにしてその工口のところ溶接でグラインダーで仕上げて銀になっちゃったとか、4.5 ミリ6ミリの黒革の板を使ってシェルフを使うんだけど工口の部分が切り落とした銀の部分が出ちゃったとか、そういう場合バーナーを使わないで、ガンブルーと呼ばれるもの、もしくはその類似する日本のブラックアンティークというものを使って黒染めをしていきたいと思います。でやっぱり板と熱っていうのがあんまり相性が良くなくて、バーナーでこう板を炙ると反っちゃうんですよねっていう話は聞いたことがありますかって。けどそんな損ないんでしょっていうのに、いやどれくらい反るかじゃあ試してみましょうということで、ちょっとこの 1.6 ミリの、200角なんですけど、実際バーナーで炙ったらどれくらい反るかやってみましょう。はい、ここに置いてですね、どんなもんかな、やってみましょうね。すごくないですか。もう早速こんなぷっくり膨れてるよ。わかります？こんなに反るね、君は。うわ、動いてる。なんか網の上でイカ焼いてるみたいだね。結構変形してますよね。こうやってパッと見8ミリは浮いてますよ、中央。そうだからこれくらいたったこんな200角のちっちゃな板で8ミリも浮いちゃうんで、これがもし大きかったらって考えるとやばくないですか。だからやっぱり板ものは火を当てないで、そうガンブルーとかの黒染め剤を使って黒染めして黒革風仕上げをやった方がいいってことなんです。ということで薄板、板の類はバーナーで焼かない方がいいので、こういうような黒染め剤を使って黒革風仕上げをしていきたいと思います。こちらはガンブルー、俗にガンブルーと言われるもの、正式名称はスーパーブルー。アメリカですね、チャイルドロックがかかってるんで、普通のやつみたいにこうやって開けるんじゃなくて、一度時計少し軽く押したまま時計回りにこう押してカチッって言ってからこう開けるっていう、結構きつい。こっちは日本製ブラックアンティーク、これ普通に開きますね。やってみましょう。こういうもの、黒染め剤を使う時にとても大事になるのが脱脂ということになりますね。油分をきちんと取らないと黒染め剤がちゃんと反応しないので、一応シンナーで拭いてやってみましょう。シンナーで拭いてからはい、ガンブルーを少々、そうガンブルーをちょっとこの透明な水色の液体ですね。こうガンブルーをこう少々で、この反応ちょっと遅いじゃないですか。で実際これシンナー拭きで脱脂が完全にできてないっていうことなんですよ。
で僕がおすすめしたいのが、もうシンナーで吹くとかそういうレベルではなくて、もうバイブレーションでもう皮一枚剥がしちゃうっていう方がもう早いんですよね。っていうか、よく見るともう細かい傷もついてますし、この細かい傷を取りがてらバイブレーションでちょっと皮一枚剥がして、それからガンブルー反応させてみましょう。でバイブレーションで1枚剥がしてから、バイブレーションの粉がついてるんで、その粉を取るような感じで軽く脱脂をします。でそれからガンブルーを塗る時のこのさっき黒ずんだところとかはもうやめてください。もうこれはね、もうガンブルーじゃなくて酸化ガンブルーになってるんで、これをこうやってやっても反応しないです。できるだけ白くて新しい部分のところにウエスを塗って、こうやって垂らして、こうこの拭いた時にこの線も出ちゃうんで、どういう線でやっていくかっていうのも考えつつ、もう見てください、このさっきよりも全然反応の全く違う速さ。こう新しいところを出して、こう塗りますね。はい、こまめにこう新しいウエスの場所でやるのが綺麗にガンブルーをやるポイントです。はい、これガンブルーですね。はい、じゃあ次にこっちのブラックアンティークやってみましょう。やっぱりさっきと同じくバイブレーションで軽く1枚皮剥がします。はい、シンナーで拭きます。はい、はい、ブラックアンティーク。次はくるくるやってみましょうかね。くるくる。これも反応早いですね。うわすごい。これまた新しいところを出して、わかりますか？はい、こんな感じですね。こっちがブラックアンティーク、こっちがガンブルーになりますね。色味的にはもうほぼ一緒ですよ。反応の速さとかも含めてね。金額はどうでしょうね。やっぱこっちアメリカ製なんで、輸入する経費とか、あと円が安いとか高いとかもいろいろあるんで、1年単位ぐらいで値段が違ったりはするんですよ、ガンブルーは。けどイメージではこっちのがブラックアンティークのがお安い感じはしますけどね、国産なんで。はい、でここから、大事なのが今この線が、僕がこうやって吹き吹きしたこの線がこう残っちゃってるんで、これをこのままだとなんかあんまりいいもんじゃないので、これをこうじわっとバイブレーションかけてなじませたいんですよね。でさっきやってるこのダブルアクションの方だと強すぎてこの皮膜が全部なくなっちゃうので、もうちょっと柔らかい動きをするこっちの方でやります。今つけてるのは80番ぐらいですね。ちょっと
ほんの一瞬少しだけです。はい、少しだけ。こっちも少しだけ。はい、少しだけ。もうこれ以上やったらもう黒染め剤やって意味なくなっちゃうんだよ。でここからまだこの状態で黒染め剤が若干残っているんですよ。そうするとそのままどんどん黒染めが進行していってしまうんで、ちゃんとしっかりシンナーで余計にくっついている黒染め剤はちゃんと除去してください。はい、こっちも拭きます。はい。でここからさっきもやりましたけど、このまたできましたファインスプレーブラセンと艶消しクリアで仕上げてみたいと思います。ふわーっと金属感が残る感じで。で艶消しクリアですね。これが黒革の板ですね。これが磨きの板をガンブルーでやったやつ。これがブラックアンティークでやったやつ。全体にやったやつがこんな感じになりますね。まあ大体いい線いってるっていうか、黒革風仕上げっていうのはこんな板の黒染め剤使った黒革風仕上げっていうのはこんな感じでしょうかね。板の黒革風仕上げ、やってみました。いかがでしたでしょうか。なんでパイプを、ガンブルーと黒染め剤で黒革風仕上げやらないかっていうと、コストと成功率の問題があります。これはこれで割とちょっとしか入っていないのに安いもんでもないので、その丸パイプ、例えば1個の洋服屋さんでハンガーラック10台のしました時のそれをこうやってやったらとてもじゃないけどこれ1本では全く追いつかないし、結構高くついちゃうかもしれないですね。ちょっと使いがおすすめなんですよね、実際。であと成功率の問題になるんですけれど、高温多湿の日本でこういう場所で雨が降った日とかにもうガンブルーやった日にはもうすぐ抹茶茶になっちゃって、俺こいつと30年付き合ってるんですけど結構泣かされてきてるんです。そういう意味ではとても難しくうまくいく可能性が残念だけど低い時があるんです。雨とか降っちゃったりすると。だからあまりでかい面積やるのにあまりおすすめしない。できればパイプとか長物で結構数があるんだったらバーナーで焼いた方がまだ成功率が高いかなっていうのがありますね。もともとガンブルーっていうのは拳銃、黒い拳銃の使ってて、多分端っこの方がちょっと塗装が剥がれて銀の鉄の地金が出ちゃった時にほんの少しこれをちょっと透けてちょっと銀のところを黒に戻すっていう、そういう使われ方なんです。だからそういう意味で黒革の重機を作るために開発されたものじゃないっていうのは一応知っておいてください。以上鉄の黒革風仕上げについてでした。